これから懲戒試験を始めます。懲戒試験のページを見てください。J テスト実用日本語検定音量調整 J テスト実用日本語検定音量調整 1J テスト実用日本語検定音量調整 2J テスト実用日本語検定音量調整 3J テスト実用日本語検定音量調整これで音量調整を終わります。これで音量調整を終わります。聞こえない人は手を挙げてください。これから聞くテストを始めます。1、写真問題。写真を見て質問に答えてください。はじめに写真について質問をします。その後で文を4つ言います。4つの中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず例題をしましょう。例題の写真を見てください。これは何ですか？ 1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、鉛筆です。一番いいものは1です。ですから、例のように1をマークします。問題は1から6まであります。それでは問題を始めます。A の写真を見てください。問題1。これは何ですか？ 1、スクリーンです。2、サンドイッチです。3、チョコレートです。4、サンダルです。B の写真を見てください。問題2。正しい説明はどれですか？ 1、泣いています。2、眠っています。3、怒っています。4、笑っています。C の写真を見てください。問題3。ここはどこですか？ 1、工場です。2、寿司屋です。3、美術館です。4、牛丼屋です。D の写真を見てください。問題4。正しい説明はどれですか？ 1、女の人は財布を盗まれました。2、女の人は財布を拾いました。3、男の人は財布をもらいました。4、男の人は財布を開きました。E の写真を見てください。問題5。正しい説明はどれですか？ 1、個人でサイクリングしています。2、団体で水泳をしています。3、別々にジョギングしています。
4、集団で登山しています。F の写真を見てください。問題6。お客様に別の部屋で待っていてもらいます。こんな時、何と言いますか？ 1、こちらの知り合いでございます。2、こちらはずいぶん待っております。3、こちらでしばらくお待ちください。4、こちらで落ち着いてください。2、聴読会問題。最初に質問を一つ言います。話や会話を聞いて、問題用紙の1、2、3、4の中から一番いいものを一つ選んでください。文は1回しか言いません。まず、例題をしましょう。例題を見てください。男の人と女の人が話しています。男の人のカバンはどれですか？私のカバンは黒くて大きいです。これですか？ええ、そうです。男の人のカバンはどれですか？一番いいものは4です。ですから、例のように4をマークします。問題は7から12まであります。それでは問題を始めます。G を見てください。男の人と女の人が話しています。問題7。女の人の家はどこですか？パクさんはどこに住んでいますか？緑駅の近くのアパートです。ああ、駅前に大きなスーパーがあるから便利ですよね。ええ、でも私のアパートはスーパーとは反対の方なんですよ。ああ、大きい大学がある方ですか？はい。駅から行くと交差点を右に曲がって大学の前の道をまっすぐです。右側に郵便局があるんですが、その奥が私の家です。歩いて10分ぐらいですよ。そうですか。近くていいですね。ええ、会社に通いやすいのでとても気に入っています。問題7。女の人の家はどこですか？H を見てください。女の人が話しています。問題8。女の人はいつもどこで昼ご飯を食べると言っていますか？昼ご飯をどこで食べることが多いか聞いたアンケートを見ました。私の会社では自分の席で食べる人と会社の近くの店で食べる人が多く、その中でも自分でお弁当を作って持ってきていたり、仕事仲間と一緒に近くの店に行ったりする人が多いようです。一番少なかったのが公園のベンチなど外で食べる人です。天気がいい日は気持ちよさそうですが、このアンケートが夏に行われたので少なかったのかもしれません。アンケートではっきりしたのが、会社の食堂で食べる人が少なかったことです。私はよく利用しているのですが、確かにいつも空いています。私にとってはゆっくり食べられるので嬉しいですが、値段が安いし、雨の日も濡れないで行けるので、みんなもっと利用したらいいと思います。
問題8。女の人はいつもどこで昼ご飯を食べると言っていますか？愛を見てください。会社で女の人と男の人が話しています。問題9。部長はいつ杉山さんと会いますか？部長、杉山様からお電話があり、直接会ってお話をしたいとのことです。ああ、杉山さんね。来週は出張があるからな。水曜の昼からなら空いているかな。杉山様はできるだけ早く会いたいとのことで、部長がよろしければ日曜日でも大丈夫だそうです。そうか。でも日曜日はちょっとな。大阪へ出張の日は昼に出発だから、その前にでも会えるかな。お時間はかからないということですので、それで良さそうですね。じゃあ、その日、朝一番で。はい、かしこまりました。では、連絡しておきます。問題9。部長はいつ杉山さんと会いますか？J を見てください。男の人が話しています。問題10。男の人はグラフのどこですか？このグラフは1ヶ月にどのくらい本を読んでいるかを聞いたアンケート調査の結果です。一番多かった答えは2、3冊で 38% 言いました。2番目に多い1冊と答えた人が 32% なのであまり変わりませんね。一番少なかったのが10冊以上と答えた人でした。私は本が好きで1ヶ月に7冊読むので4冊から8冊のところです。これは2番目に少なく 19% の全然本を読まないと答えた人よりも少なかったです。全然本を読まない人が結構多いのでびっくりしました。問題10。男の人はグラフのどこですか？K を見てください。男の人と女の人が話しています。問題11。男の人はこれからどの方法で勉強しますか？最近テキストを買って英語の勉強を始めたんだけど、なかなか進まなくて。いい勉強法を知ってる？私はスクールに通った方がいいと思うけど、最近は動画で勉強する人が多いみたいだよ。ほら、これ見て。一番多いよ。へえ、45% もいるんだ。あ、僕みたいにテキストを買う人は2番目か。動画で勉強、試してみたら？でも別の動画を見てしまって進まないかも。それならやっぱりスクールに通った方がいいんじゃない？お金がかかるし、わざわざ教室に行かないといけないけど、先生がいるから集中できると思うよ。それなら、このオンラインレッスンも良さそう。スクールほどお金がかからないし、家でできるみたいだし。30% くらいで、スクールに通う人ほど多くないみたいだけど。うん。自分に合う方法で勉強するのが一番だよ。そうだよね。これで頑張ってみよう。問題11。男の人はこれからどの方法で勉強しますか？
L を見てください。女の人と男の人が話しています。問題12。二人が選んだのはどれですか？課長の誕生日プレゼント、どういうのがいいかな。そうだな。ネクタイはどうかな。課長は無地のネクタイをつけていることが多いけど、派手なのは好きじゃないのかな。シンプルな方が合わせるのが楽だからじゃないかな。なかなかご自分では選びそうにないのにしない？これなんてどう？大きい水玉。ちょっと派手すぎるし、仕事の時はつけづらいんじゃない？そうかな。若々しく見えていいと思うんだけどな。ねえ、これはどうかな？チェック柄。ストライプのはしているのを見たことがあるけど、こういうのはきっと持っていないと思うんだ。おしゃれでいいかも。よし。じゃあこれにしよう。問題12。二人が選んだのはどれですか？3. 応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。1、2、3の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回しか言いません。問題だけ聞いて答えてください。まず、例題をしましょう。例題1。おはようございます。1、おはようございます。2、おやすみなさい。3、さようなら。例題2。お仕事は？会社員です。1、私も会社員じゃありません。2、私も会社員です。3、私も医者です。一番いいものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1、例題2は2を例のようにマークします。問題は13から28まであります。それでは問題を始めます。問題13。お出かけですか？ 1、ちょっとそこまで。2、ほんの気持ちです。3、まだまだです。問題14。今日はこれで失礼します。1、また遊びに来てください。2、お邪魔します。3、どうぞよろしく。問題15。この道具は危ないですからね。1、はい、使います。2、はい、お大事に。3、はい、気をつけます。問題16。課長、荷物をお持ちいたします。1、はい、どうぞ。2、いいえ、これです。3、ありがとう。問題17。これ、よかったら食べてください。1、はい、いただきます。2、はい、伺います。3、いいえ、よくないです。問題18。明日は弟さんも来てくれるんですね。
1、はい、皆さんに会いたいですから。2、はい、皆さんに会いたがっていますから。3、はい、皆さんに会おうと思いますから。問題19。明日は休ませていただけませんか？ 1、はい、お休みします。2、はい、構いませんよ。3、はい、休まれます。問題20。ちょっとお金が足りないんです。私が出しておきますよ。1、すみません、貸しておきます。2、すみません、出て行きます。3、すみません、お借りします。問題21。小森さん、シャツが汚れていますよ。え、これ落ちるかな？ 1、ええ、落としています。2、大変かもしれませんね。3、いいえ、消えました。問題22。山田さんの電話番号をご存知ですか？ 1、いいえ、この番号は違います。2、いいえ、山田さんはいません。3、いいえ、知りません。問題23。次の商品、これでどうでしょうか？これじゃあ値段が高すぎますよ。1、はい、過ぎています。2、ではもう一度考えます。3、いいえ、低くなりました。問題24。キャッシュカード使えますか？ 1、すみません、現金のみなんです。2、すみません、ファックスならいいんですが。3、ええ、比べてみますね。問題25。体の調子が悪いんですか？ 1、ええ、肌がすべすべです。2、ええ、頭の中がごちゃごちゃです。3、ええ、胸がムカムカするんです。問題26。来週の食事会参加する？ 1、うん、もちろん。2、うん、都合が悪くて。3、楽しかった。問題27。すみません。今ちょっとよろしいですか？ 1、どうぞお構いなく。2、ええ、何でしょうか。3、はい、おかげさまで。問題28。外食ばかりだと体に良くないですよ。1、いいえ、時間を計っています。2、ええ、明日はもっと寝ます。3、そうですね。今日こそ自分で料理しますよ。4. 会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は一つの問題に2つか3つあります。問題用紙の1、2、3の中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず例題をしましょう。すみません。頭が痛いですから、今日は帰ります。わかりました。女の人はどうして帰りますか？
一番いいものは2です。ですから、例のように2をマークします。問題は29から38まであります。それでは問題を始めます。1、男の人と女の人の会話を聞いてください。いらっしゃいませ。何名様ですか？ 2名です。タバコはお吸いになりますか？いいえ、すいません。ただいま禁煙席が空いていませんので、ご案内できるまで20分くらいかかってしまうかもしれませんが、よろしいですか？ 20分ですか。喫煙席でしたらすぐにご案内できますが。タバコは苦手なので、喫煙席はちょっと。わかりました。じゃあ席が空くのを待ちます。すみません。それでは席が空きましたらお呼びします。はい、わかりました。問題29。女の人は今どこにいますか？問題30。女の人について会話の内容と合っているのはどれですか？2、男の人の話を聞いてください。日本で起きる交通事故の 20% は自転車の事故だそうです。去年は13万件以上の自転車事故が起きました。例えば、信号を守らないで自分が怪我をする事故や、歩いている人にぶつかって怪我をさせたりする事故がありました。このような事故が起きる原因は、音楽を聴いたり、携帯電話を見たりしながら運転することだそうです。自転車の運転にも車の運転と同じようにルールがあります。皆さんはちゃんとルールを守っていますか？問題31。去年日本で起きた自転車事故はどれくらいですか？問題32。事故の原因は何だと言っていますか？3、会社で女の人と男の人が話しています。この会話を聞いてください。田中さん、東京事務所へ送った荷物が戻ってきましたよ。え？どうしてですか？住所が間違っているようですよ。あそこは先月引っ越したでしょ？すみません。古い住所のシールを使ってしまいました。すぐに送り直します。その前に東京事務所へ電話してください。はい。荷物が遅れると伝えます。それと、郵便局に住所が変わったことを伝えたかどうか聞いてください。伝えていれば、前の住所で送ってしまった荷物も、新しい住所に届くはずですから。問題33。男の人はこの後まず何をしますか？問題34。東京の事務所について会話の内容と合っているのはどれですか？
4、病院で女の人と男の人が話しています。この会話を聞いてください。こんにちは。今日はどうされましたか？頭痛がして喉が痛いし、咳も出るんです。では、これで熱を測ってください。先にこちらの用紙に住所や名前、体の様子をご記入ください。はい、わかりました。健康保険証はお持ちですか？はい。忘れてきちゃった。ないと見てもらえないんでしょうか？いいえ、大丈夫ですよ。ただ、今日の診察代は全額払っていただきます。ですが、1ヶ月以内に保険証を持ってきていただければ、払った診察代の 70% をお返しします。わかりました。問題35。男の人はこの後まず何をしますか？問題36。会話の内容と合っているのはどれですか？5、電話で男の人と女の人が話しています。この会話を聞いてください。もしもし、株式会社 ABC の青田です。先週、部品カタログの最新版をお願いしたんですけど、まだ来ないんです。送っていただけましたか？それは申し訳ございません。ちょっと確認いたしますね。18日にお電話をいただいて、その日にお送りしているので、19日か20日には届いているはずなんですが。そうですか。すみませんが、もう一度送っていただけませんか？かしこまりました。本日速達でお出しします。もし前に出したものも届きましたら、申し訳ありませんが、お手元で処分していただけますか？わかりました。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。いえ、こちらこそお手数をおかけしました。問題37。男の人はどうして電話をしましたか？問題